じはずんだもんなのだ。今回はエビルツインの紹介をしていくのだ。新しく追加されたライブツインズトラブルサニーによって一気に強くなったデッキなのだ。1枚初動が多いのが特徴で、これら5種類のどれを引いても動けるのだ。展開に必要なカードが少ないため自由枠がかなり多いのだ。今回紹介するエビルツインデッキはその枠に手札誘発を詰め込んだ手札誘発型のエビルツインなのだ。テーマ内にドロー効果を持つカードがあるので、手札を増やして誘発を引き込みつつ墓地のリソースを生かして戦うのだ。それではカードの効果を見ていくのだ。ライブツインやエビルツインのカードの効果は基本的にキスキルとリーラが対になっているのだ。ライブツインキスキルは場に他のモンスターがいない時に召喚特殊召喚に成功すると相方となるリーラを手札やデッキから特殊召喚できるのだ。ライブツインリーラもほぼ同じ効果を持ち、相方のキスキルを手札やデッキから特殊召喚できるのだ。この2枚を出すことがこのデッキの初動なのだ。またキスキルやリーラがコスプレした姿であるキスキルフロストやリーラトリトは相方が場にいる時に手札から特殊召喚できる効果を持つのだ。この2枚は初動で妨害を受けた時に妨害貫通札として優秀なのだ。展開を伸ばすためにも有用なのだ。続いてエビルツインのリンクモンスターたちなのだ。リンク体のキスキルとリーラは相方がいる時に特殊召喚すると発動する効果と相方を墓地から蘇生する効果を持つのだ。リンクキスキルはドロー効果を持ち、リンクリーラは破壊効果を持つのだ。さらにこの2体のリンクから出せるのがエビルツインズトラブルサニーなのだ。1の効果はフリーチェーンで墓地からリーラとキスキルを蘇生するのだ。相手ターンにこの効果を使うことで好きなタイミングで1枚ドローと1枚破壊ができるということなのだ。他にも3300の高打点や墓地で発動する対象を取らない墓地送りと優秀な点が揃っているのだ。ライブツイン魔法カードを見ていくのだ。トラブルさんはキスキルやリーラをサーチできるのでこのカードも1枚初動になるのだ。キスキルやリーラの初動が止められた時はフロストやトリートをサーチして妨害を貫通するのだ。シークレットパスフレーズはライブツイン魔法をサーチできるのだ。このカードでトラブルさんをサーチすればやはり1枚初動になるのだ。エントランスは手札を1枚捨てることでキスキルやリーラをリクルートする効果なのだ。優先度が高いカードではないけど、例えばガンマで初動のキスキルやリーラが破壊された時このカードがあれば動いていけるのだ。以上がエビルツインカードの紹介なのだ。エビルツインの動きを紹介するのだ。まずはキスキルかリーラを召喚。召喚成功時に効果を発動しデッキからリーラを特殊召喚。リーラとキスキルの2体でリンクのキスキルをリンク召喚。さらにリンクキスキルの効果で墓地のリーラを蘇生。リンクキスキルとリーラの2体でリンクのリーラをリンク召喚。リンクリーラの効果でリンクキスキルを蘇生。この時キスキルのドロー効果が使えるのだ。最後にこの2体でトラブルサニーを出すのだ。手札消費なしでこの盤面までいけるので、あとは手札の誘発とトラブルサニーで相手の動きを止めて勝利するのだ。各手札誘発の採用不採用理由をサクッと紹介するのだ。増殖する G は手札誘発を引き込むため、うららはサーチやリクルートを止めるため説明不要の強さなので採用なのだ。ロンギヌスは勇者幻影や電脳界を見た採用なのだ。タイフ・アンダリーズではトラクター対策になるのだ。このデッキの弱点である墓穴や抹殺も防げるのだ。特に墓穴でトラブルサニーを除外されたくないのだ。続いてベーラーや応用なのだ。効果無効のこの2枚はよく比較されるけど今回はベーラーを優先して採用したのだ。エビルツインでは相手ターンにドローして引いた手札誘発をそのまま使いたいので場にカードがあると使えない法要はやや噛み合ってないのだ。同様にニビルも2ターン目以降引いたら強くないので優先はされないのだ。ただしエビルツインの展開はニビルケアできないので抹殺用に1枚採用するのがおすすめなのだ。今回採用しなかったカードなのだ。ガンマはさっき言ったように相手ターンに引き込んでも強くないので
今回は不採用なのだ。スカルマイスターは墓地発動を無効にできるけど、例えば幻影や電脳が相手ならロンギヌスで十分だと思ったので不採用なのだ。わらしも同じような理由なのだ。ただこれらのカードはデスフェニの墓地効果に使えるなどメリットもあるので採用圏内なのだ。それでは対戦例を紹介するのだ。対戦よろしくお願いするのだ。ポイントスの結果はこちらの戦法だったのだ。まずは初動のキスキルが引けているのだ。誘発貫通札がないけどとりあえずキスキルから動くのだ。この辺りはさっき紹介した通りの展開なのだ。リーラをリクルートして2体でリンク召喚なのだ。まず出すのはキスキルなのだ。後で効果を使いたい方を先に出すのだ。今回はドローしたいのでリンクキスキルからなのだ。リンクキスキルで蘇生したリーラを使ってリンクリーラを特殊召喚なのだ。そしてリンクリーラでリンクキスキルを蘇生してリンクキスキルのドロー効果が使えるのだ。ゾージーを引けたのは大きいのだ。リンクのキスキルとリーラを使ってトラブルサニーを出すのだ。手札は5枚のままで展開を終えているのだ。手札誘発を使って戦うのだ。相手はシオエクレシアから来たのだ。おそらく双剣なのだ。ガンマは怖いけどうららの打ちどころはここくらいなので使うのだ。しかし相手は抹殺を握っていたのだ。こちらも負けじと G を打つのだ。相手がうららを握っている裏目を見るなら抹殺の効果処理後に打った方がいいけど前のターンでうららを打たれてないことからここは強気に行くのだ。結果的に増殖する G は通すことができたのだ。爆矢が出てきて効果を使われたけどここは包容で止めていくのだ。相手の見えてない手札は残り3枚なのだ。今度は龍炎が出てきたのだ。爆矢やタイヤに効果無効を食らっても龍炎で妨害貫通してくるのはよく見る光景なのだ。ただ今回はトラブルサニーがいるので墓地からリンクのキスキルとリーラを蘇生しつつキスキルで手札補充しながらリーラでチューナーを破壊してしまえばいいのだ。チューナーがいないので相手はシンクロできないのだ。しかしさらにタイヤも握られていたのだ。これでチューナーを生成されるけど残念ながらこっちには2ビルがあるのだ。全部リリースしてしまうのだ。こちらには初動札も引き込めているので開始のターンもバッチリなのだ。対戦ありがとうございました。こんな感じで手札誘発の強さを生かしていくのがビビルツインなのだ。ぜひおすすめするのだ。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いするのだ。